皆さんこんにちは、山根です。今日はシェービングホースを作りましたので、その様子をご紹介します。シェービングホースは日本では削り馬と呼ばれていますが、木を削るときに使う道具です。今回はグリーンウッドワークラボさんから図面を購入しましたので、できる限り図面に忠実に作ってみます。使用する材料は入手が容易な 2x4 材、2x2 材、そして板材です。今回使用した材料はホームセンターで購入したものと手持ちの材料を使用しました。組み立ては木ネジ、長板、ダボ、金属棒を使用しますが、これらもグリーンウッドワークラボさんから購入しました。まずは材料を所定の長さに正確にカットします。丸ノコが使いにくい部分は手のこで切ります。板材は手元にあったパイン修正材を使用することにしました。長さと幅を所定の寸法にカットします。その他の細かな部品は 2x4 材から切り出します。少し厚めの板については適当な板がなかったので、ダボを使って3枚を貼り合わせて作ることにしました。穴開けについてはあまり精度はありませんが、安価なドリルスタンドを使用しました。
1箇所穴あけ位置を間違えたので穴を埋めて開け直します。部品が揃ったので組み立ての開始です。内部に入れる前足、台上、台下を組みます。回転軸となる金属棒を刺して組みます。回転する部分は1ミリの隙間ができるように物差しを挟んで組み立てました。
以上で組み立ての完了です。細かいところの面取りを行って作業の終了です。シェービングホースの完成です。これが折りたたんだ状態です。大変コンパクトになり収納に便利です。使い方についてご紹介します。まず使用する形に展開します。このままでも展開できますが、収納されているものをご紹介しながら外して展開してみます。まずこれがペダルです。スライダーの大と小です。座る座です。以上が収納物です。次に展開していきます。まず最初に前足とアームを止めていたロックを90度回転させます。そうすると前足とアームが展開できます。アームが展開できると後ろ足も展開することができます。これで設置が完了です。次に外しておいた座を横向きにセットします。次にスライダーの大と小を分離し、スライダー大を台下の下側に、スライダー小を台下と台上の間にセットします。次にペダルをアームの下にセットします。以上で準備完了です。それでは実際に木の枝をドローナイフで削ってみます。
スライダーの大と小を移動させて高さや角度を調整します。ペダルを軽く踏むと材料をしっかり押さえて固定します。材料を回転させながらドローナイフで削っていきます。以上が基本的な使い方となります。後ろにも便利な機能がついていますのでご紹介します。材料を座と V 字型に切り込みを入れた抜きの上に置いてカットすることができます。次にご紹介するのはオリジナルのものではなく、私がスプーンのくぼみを削るのに考えたものです。板の端にスプーンが固定できるようにくぼみをつけています。この上にスプーンを置いてくぼみを削ります。他にもっと良い方法があるかもしれませんが、こんなやり方を考えてみました。これでだいぶ安全にスプーンが削れそうです。最後にもう一度折りたたんでみます。スライダーの大と小を外し、ダボで連結します。座を90度回転させて収納します。スライダーを収納します。ペダルを外してペダルに開いているダボ穴とスライダー台についているダボを連結させます。これで収納完了です。次に後ろ足を畳みます。次にアームを畳みます。そうするとアームの先についている板が後ろ足を押さえて後ろ足が開かないようになります。次に前足を畳んでロックを90度回転させるとアームと前足が固定されます。
以上で折りたたみが完了です。今回はシェービングホースの製作の様子と使い方をご紹介しました。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。山根でした。